この映像はフランスで発生した日本人女子大生殺害事件の発生当時、現場の寮にいた女学生へのインタビュー映像です。La noche del lunes, más o menos a las 3 de la mañana, escuché gritos de angustia fuertes y agudos. Escuché unos golpes en las puertas, muebles. Después verifiqué tras la puerta si alguien reaccionaba, pero había un silencio total. No me atreví a moverme de mi cama, pero ahora lo lamento cuando veo lo que pasó. 深夜に恐ろしい悲鳴を聞いたと話す女学生。その悲鳴の正体は2016年12月4日、フランス・ドゥー県ブザンソン大学の学生寮から姿を現したのは日本人留学生の西尾葵さん。彼女の前に一人の男が現れます。葵、久しぶり。男は葵さんの元彼ニコラス・セペダ・コントレラス。葵さんは驚き、その場に立ちすくみました。なぜならニコラスはチリ在住、地球の裏側ほどの距離があるフランスへ彼は連絡もなしにやってきたのです。そしてこの後、葵さんは行方不明となり、今も発見されていないのです。元彼との再会を最後に行方不明になった女子大生。地球の裏側まで彼女を追いかけた男側の執着とは。拒まれれば拒まれるほど男の感情はまた別のものに変わっていったのです。おつすけちゃんです。いや、みやみこです。やみこさん、僕ね、ちょっと明日からニューヨークとブラジル行ってくるんでね。行ってらっしゃい。はい気をつけて。どのぐらい ?2 週間、2週間ですかね。うんうん各国1週間ずつ行こうかなと思ってるんですけど、ちょっとやっぱ治安が心配。まあそうね。ブラジルなんて特に南米だからね。そうなんだよ。しかも一緒に行こうぜってさ、アルゴメントに一番最初に動画出てたデストロイ菊池っていうね、知る人ぞ知るメンバーがいるんですけど、彼がマジで一昨日急に LINE してきて、アマゾン川行きたいって言ってきて。びっくりした。ドタキャンかと思ってで、ワクチンも打ってないからさ。ああ。で、今日なんか俺がちょっと渋って、ワクチンも打ってないし、俺リオデジャネイロだから、アマゾン川ってめっちゃ上の方だから、そうなんだ。ちょっとワンチャン俺、アマゾン川はわかんねえわ、と思ったら、AI でワクチン接種してない人がアマゾン川に行った時の危険じゃない予測リストみたいなの送ってきて。はいはい。全然大丈夫だよってことそれを。というノリで送ってきたのかなと思ったら、なんかうん2、30%の確率でマラリアかなんかになったら、さらに2、30%の確率で死ぬって書いてあって。結構高いわ。わね。そうそう、俺普通に死にたくないからどうしようかなと思ってるんですけど、皆さんどう思います？いやだからね、そういうワクチンとかを事前に早めに打つの大事だなと。なので皆さんももしちょっと海外とかね、ちょっと危険なとこ行くときは、僕とかね、デストロイ菊池くんとは違ってね、事前にちゃんと調べてね、その上でいいとこがあったらね、ぜひ僕とやみこさんに教えていただければと思います。今回はフランスで起きた日本人女子大生殺害事件をご紹介します。これね、犯人は被害者の元彼とされていて、被害者の女性に対する行き過ぎた執着が非常に注目された事件なんです。相手を無視してね、相手が求めてもないのに、片方が執着するってもう大体良くない結果だって分かってるわよ。ほんとね、ヤミコさんのおっしゃる通りなんです。この事件でね、怖いのは執着が最終的に別の心理状況になってしまったっていうことなんです。そしてね、元彼の心理、一体どのように変わっていったのか、その点もね、皆さん注目しながら見ていただければと思います。女子大生と元彼、二人の間に一体何があったんでしょうか。2週間の猶予。2016年9月6日、フランス・ドゥー県ブザンソン。フランス留学中の女子大生西尾葵さんはスマホ画面を見つめながらその手を震わせていました。画面に映されているのは一人の男が淡々と語りかける YouTube 動画。投稿主は葵さんを名指しした上で次のように話します。 At the same time, she needs to build trust and she needs to pay a little cost of what she did and assume that she cannot go around making those kind of mistakes with a girl who lost her 2 weeks. 葵さんに対し2週間以内に自分の示した条件に従えと脅迫めいた発言をするその男はチリ人のニコラス・セペダ・コントレラス。葵さんはひどく怯えた表情を浮かべ、その男との交際期間のトラウマを思い返していました。時は2年遡り、2014年当時、ニコラスは交換留学制度を利用し筑波大学に在籍していました。葵さんとの出会いのきっかけは、彼が DJ を務めた外国人向けのパーティー。チリ最大手の携帯会社で重役を務める父を持ち、非常に裕福なニコラスとバイトで家計を支えながら大学へ通っていた真面目な葵さん。意気投合した2人はすぐに交際を開始しました。数ヶ月後にはニコラスが故郷のチリに葵さんを連れて行き、彼女のことを家族に紹介。
二人の関係は順調そのものに見えていました。しかしこの時すでにニコラスと葵さんの間には歪みが生まれていたのです。葵さんの母親によれば、彼女とニコラスは破局と復縁を繰り返す不安定な関係性。問題はニコラスの激しい束縛にありました。彼氏が厳しくて忘年会にも送別会にも行けないの。葵さんは周囲にそう漏らし、さらにニコラスからの暴力に悩んでいるとも話していたのです。束縛に DV ってもう別れたとストーカー化する男の典型じゃない。まあこの DV 被害者ってね、自分にも悪いとこがあるって思っちゃう人がね、はいはい結構多いみたいで、だからこそ今回ね、葵さんもね、自分から離れるっていうのが難しかったのかもしれません。葵さんとニコラスに転機が訪れたのは2016年8月のこと。奨学金を得た葵さんはフランス語を学ぶためにフランス東部の都市ブザンソンに留学。この直後からニコラスとは普段のやり取りの面でも距離を置くようになりました。束縛や暴力に悩んでいた葵さんにとってニコラスと物理的に離れたことは2人の関係を見直すいい機会だったのでしょう。そして葵さんはこの頃から現地で知り合ったフランス人男性アルチュール・デル・ピッコロさんと懇意に。一方ニコラスは遠距離恋愛になったことでかえって葵さんに執着し、フランスにいる彼女を SNS で常に監視。葵さんとアルチュールさんの仲睦まじい様子に嫉妬と怒りを抑えきれなくなっていたのです。葵さんが留学に出て約1ヶ月が過ぎた頃、ニコラスは YouTube 上に彼女への脅迫とも取れる動画をアップロード。それだけでなく、彼はこの1ヶ月で葵さんと980通ものメッセージを交わしていました。ニコラスから送られてくる内容はそのほとんどが男たちの連絡を消せと迫るもの。要は葵さんとアルチュールさんの関係が気に入らなかったのですが、葵さんは彼と連絡を絶つことはないと強く拒絶しました。最終的に葵さんとニコラスは2016年10月に破局。君と結婚して家族を作りたかった。別れ際、ニコラスは葵さんにそう告げたと言います。しかしその言葉は決して別れを素直に受け入れる意図のものではなかったのです。葵さんとの破局を境にニコラスの行動はネット上だけにとどまらなくなりました。俺を捨てて新しい恋人を選ぶなんて許さない。ニコラスは怒りのまま故郷のチリからフランスへ、直線距離で1万1000キロ以上、地球の裏側にも等しいその場所へ葵さんに会いに向かったのです。いや、地球の裏側まで思い人に向かって会いに行くってね、ストーカーじゃなければロマンチックよ。この場合も本当に常軌を逸してるぐらいさ、ちょっと気持ち悪いわよ正直。ニコラスはかなりの富裕層だったんで、すぐに行動を移せる資金力があったんです。そしてこのニコラスの心理状況というのは ORI という理論で説明がつくんです。というわけで本日のメトラキーワード、オブセッシブリレーショナルイントゥルージョンについて。オブセッシブリレーショナルイントゥルージョン、通称 ORI とは、相手に拒絶されているにもかかわらず以前の関係に戻りたいと固執し、監視や必要な連絡などを繰り返す行動パターンのこと。 ORI の行動パターンを取る人は相手との関係そのものを自分の幸せや自尊心の源だと思い込んでいます。そのため関係を諦めることは自分自身を否定することのように感じ、拒絶されると強烈な不安や屈辱に襲われるのです。連絡や監視を行うのは相手を近くに感じることでこの苦しみを打ち消すため。しかしその安心感は一時的なもののため、再度安心感を得るため迷惑行為を繰り返します。さらに相手に拒絶され続け屈辱が積み上がると、行為から始まったはずの行動が復讐へと変質していくことも。この理論、ニコラスの姿そのものじゃないのよ。復讐って言ってるけどさ、ニコラスはフランスまで追いかけてきて何するつもりなの？この後ね、ニコラスは葵さんと直接会うんですが、その際の行動が正直ね、もう怖すぎるんです。深夜の絶叫。2016年12月4日の夕方、フランスへ訪れていたニコラスは葵さんの学生寮の駐車場で待ち伏せし、彼女に接触。再会した2人はニコラスが運転するレンタカーに乗り、約20キロ離れたレストランで夕食を共にしました。レストランの従業員曰く、葵さんとニコラスは手をつなぐなど楽しそうに過ごしていたといいます。しかし一方で、恋人のような親しげな雰囲気ではなかったとも。葵さんが再びニコラスを受け入れるとは考えにくく、そうであれば彼女は恐怖から刺激しないように振る舞っていたのかもしれません。深夜23時頃、2人はブザンソンの学生寮に戻ります。寮の入り口の防犯カメラは2人の姿を確かに捉えていました。そしてこれが葵さんの姿を捉えた最後の映像となったのです。2016年12月5日の深夜、ブザンソンの学生寮に住む女学生は隣の部屋から聞こえた騒々しい物音で目を覚ました。こんな夜中に何？迷惑そうに顔をしかめる女学生。その直後、
恐ろしい悲鳴が鳴り響き、女学生はその場に凍りついた。それは彼女がこれまで聞いたことがないような、まさに今命を絶たれんとする断末魔の叫びに思えた。女学生は耳を塞ぎ布団をかぶりうずくまった。何が起こってるの？その後も女性の叫び声は数度響き渡ったが、数分するとピタリと止まった。女学生はベッドから抜け出し、ドア越しに外の様子を伺うが、寮内には元通りの静寂が広がっていた。明かりを消してベッドに戻った彼女は恐怖のあまり朝まで震えることしかできずにいた。ニコラスが寮を訪ねてきたその日の夜、葵さんの寮の部屋からは激しい物音と悲鳴が聞こえていたといいます。そしてこの日以降、葵さんは一切の消息を絶ってしまうのです。一方ニコラスは数日後に列車でスイスへ渡り、そこからスペインのバルセロナへ向かった後チリに帰国。バルセロナではいとこのフアン・フェリペ・ラミレス氏のもとに数日間滞在。医師であるフアン氏に対してニコラスは窒息や死後硬直について質問攻めにしたといいます。さらに葵さんについて話す際、ニコラスは彼女は海が大好きだったと過去形で話したため、フアン氏は不信感を抱きました。そう、ニコラスの言動は葵さんの殺害を示唆しているように思えたのです。わかりやすすぎるわね。もうこんなの殺したって言ってるようなもんじゃな。ニコラスのね、怪しい点他にもあるんです。彼はね、フランスに入国した直後から葵さん殺害に向けて動いていたと言われているんです。検察によると、ニコラスは事件の4日前にあたる11月30日にフランスへ入国。レンタカーを借りた後、スーパーで5リットルの燃料とマッチ、そして大量の塩素系漂白剤を購入しています。そして4日かけて葵さんが住む学生寮周辺を見張りました。寮の防犯カメラには車中泊をしながら周辺を徘徊し撮影を繰り返すニコラスの姿が。さらにレンタカーの GPS 記録からニコラスがブザンソン近郊にある森林地帯を数時間にわたって走行していたことが判明。葵さんの遺体を遺棄する場所の下見をしていたのではないかと推測されています。また葵さんが行方不明になった直後、心配してメッセージを送った友人は彼女のアカウントから次のような返信を受け取りました。パスポートを更新するためにリヨンの領事館へ行く。実はこのメッセージを送信したのはニコラスなのです。ニコラスは葵さん失踪直後から彼女の友人や家族へメッセージを送ったり、葵さんの SNS を更新したりとなりすましの工作をしていました。自分の日本語では不自然な文章になると考えたニコラスは日本人の知人に翻訳を依頼。その文章を葵さんの端末から送信していたのです。さらに後日、ニコラスはこの友人に対してメッセージのやり取りを全て消したら証拠のスクリーンショットを送ってほしいと要求。その言動は彼がこの一連のやり取りを残してはいけない痕跡と認識していたことを物語っています。数々の証拠を集めたフランス当局は葵さんの失踪を殺人と断定。2017年1月、殺人容疑でニコラスを国際指名手配しました。フランス検察は犯行当日の出来事を次のように見立てています。フランスにやってきたニコラスは葵さんに復縁を迫ったものの拒絶されたため彼女を殺害。葵さんの遺体をスーツケースに詰め、防犯カメラの死角となっている非常口からレンタカーへ運び出し、近郊の森林へ遺棄したと。しかし検察はここで大きな問題に直面します。それは葵さんの遺体が発見できなかったこと。遺体が発見されていない以上、葵さんが生きているか否かさえ証明できず、殺人の立証は困難を極めます。検察は状況証拠を積み上げるしかないという厳しい戦いを強いられるのです。ニコラスさんも絶対に殺してるってね、言えちゃうぐらいの行動してるんだけどさ、遺体が見つからないってなると言い逃れし放題よね。そうなんです。案の定ね、裁判は検察の思う通りにはいかなかったんです。事件発生から4年後の2020年7月23日、ニコラスはチリからフランスへ移送され、殺人罪で起訴されます。彼は逮捕後も一貫して無罪を主張。私は葵を殺していないと話す一方で、質問されると説明できない部分があり、自分が嘘をついたことを認める場面もありました。そしてニコラスに下された判決は禁錮28年。控訴審でもこの判決は維持され、遺族へ22万ユーロ、日本円換算で4000万円の損害賠償が命じられています。しかし控訴審から2年後の2025年2月26日、最高裁はニコラスの判決を白紙に戻しました。
最高裁は控訴審において捜査官が密打ちの資料を使用したとして判決を破棄。2026年の3月から3度目の裁判が行われることが決定しており、ニコラスは現在も勾留中です。事件から10年経った今も葵さんの遺体は見つからず、ニコラスも犯行を否認し続けている異例の状況。今後の裁判の動きに注目が集まっています。ニコラスの歪んだ執着心は SNS の監視から実際のストーキングへと形を変え、一人の女性を地球の裏側まで追いかける事態にまで発展しました。関係をやり直したいという言葉は一見聞こえがよく思えますが、その気のない相手からしてみれば迷惑でしかありません。しかし執着を断ち切れない人は拒絶されればされるほど感情を抑えられなくなっていきます。 SNS の発展で容易に居場所や交友関係を探れるようになった現代において、物理的な距離を取るだけでは安全を確保できるとは言い切れないのかもしれません。警察に相談するのもそうですが、場合によっては SNS のアカウント削除や電話番号やスマホの端末変更、住民票の閲覧制限などの対策も必要でしょう。もしニコラスのような人物に追いかけられたら、あなたはどのように身を守りますか？